こんにちは。今日は少しずつ残っていた糸を組み合わせてバッグを作っていきます。同じ色を2本一緒にしたり、違う色を組み合わせたりして可愛く作っていきます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソー産のメランジトリコ。色はライトベージュ。これは古いもので 50g、90メートル。材質はアクリル。使用界隈の目安は8号。これと同じくメランジトリコのエメラルド。同じくピーコックグリーン。これも古いものでメランジテイストのネイビー。50g で90メートル入っています。使用界隈の目安は7から8。これを組み合わせて使おうかと思っています。最初は無難にこの色で2本一緒にして編んでいきます。その後はいろんな色を組み合わせて編んでいこうかと思っています。かぎ針は10号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。まず底を作ります。底は楕円形にします。鎖を編んで、その周りを細編みで4周編んでいきます。この最初の鎖の数は3の倍数プラス2にします。例えば11、14、17、20、23。私は今回鎖17。糸は無難に同じ色を2本合わせて編んでいきます。お好きな組み合わせで編んでいきます。2本一緒にして鎖を編んでいきます。この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま必要な数になるまで編んでいきます。鎖を編んできました。今の長さはだいたい16センチ。次は1周目を編んでいきます。1周目はこんな感じで編んでいきます。この鎖がこの部分。次は楕円形の底にするので、この両端の鎖に細編み3つ。1、2、1、2、3、1。全部で3つ。最初はこの3つあるうちのここからスタートします。なので1つに2つ。で1周して最後に1つ。これで編んでいきます。細編みをするので鎖1つ。1つ戻って2つ目に細編みをします。この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、これが1つ目の細編み。1つ目の細編みにマーカーをつけておきます。同じところにもう1つ。これで1つに2つ。次から1つずつまっすぐ編んでいきます。まず隣。次も1つに1つの細編み。このまま端の手前まで編んでいきます。端の鎖の手前まで来ました。端には細編み3つ。まず1つ目。次は2つ目。2つ目を編むときにはこの糸端を向こうに寄せておきます。この状態で2つ目。次は3つ目。3つ目を編むときにはこの糸端を手前に寄せておきます。3つ目。
こうすると糸端の処理が簡単になります。これで1つに3つ、次から1つずつこの糸端を編みくるんでいきます。このままここまで編んでいきます。端の手前まで来ました。一番端はこの細編みの入っているところ、この一つ目の細編みの入っているところが端の鎖。端の鎖にもう一つ細編みをします。こっちで見るとこの2つ編んで一周して、これが最後の細編み。同じところに3つ編みます。これで同じところに3つで、1つ目の細編みに引き抜きます。で引き抜きます。この今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。できればさっきと違う色、この引き抜いた糸で、これは引き抜いた糸で細編みではありません。これが細編み、ここは細編みではないので次からも編みません。で次は2周目。2周目はこの1つずつに細編み2つ、ここにも2つ、こっちにも2つずつ1周編んで、最後にこの細編みにも2つで、スタートするのはここから。まず鎖1つ、根元に細編みをします。まず1つ目、1つ目にマーカー、同じところにもう1つ、で次の細編みにも2つ、ここに1つ目、2つ目、次からは1つずつまっすぐ編んでいきます。このまま反対側で編んでいきます。反対側では1つに2つ、1つに2つ、ここに端の鎖に細編み3つ編みました。ここに2つ、2つ、2つと編んでカーブを作ります。で一周してこのマーカーの少し手前まで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。このマーカーの手前が最後の細編み。最後の細編みに細編み2つ、ここに2つ、1、同じところにもう1つ、ここは細編みではないので編みません。スキップして1つ目の細編みに引き抜きます。でこの引き抜いた糸、ここにもう一度マーカーをつけておきます。これで1つに2つずつ。次は3周目。3周目はこの2つ、この2つを3つにします。1つと2つとか2つと1つでも大丈夫です。順番は何でも大丈夫。
2つを3つにします。こっちも同じ。2つを3つ。ここも。これでカーブができます。一周して最後もこの2つを3つにします。これが3周目。鎖1つと根元に細編み。で、次を2つにしようかと思います。順番は何でも大丈夫です。1つ目にマーカー。次また2つを3つにします。1つ目、2つ目、次からはまっすぐ1つに1つ。このまま反対側まで編んでいきます。反対側ではまた2つを3つにします。ここには細編みが6個あります。この2つを3つにします。この2つを3つにします。ここも3つにします。これで1周して、このマーカーの手前の手前まで、ここまで編んでいきます。マーカーの近くまで来ました。あと2つ残っています。この2つを3つにします。まず1つ目。次を2つ。で、ここはスキップします。1つ目の細編みに引き抜きます。これで3周目が終わりました。次は4周目。4周目は4周目はこの3つを4つにします。順番はどんな感じでも大丈夫です。1、2、3、4、4つになりました。次も4つ。こっちも同じ。3つを4つ。こっちも同じ。1周します。で、今引き抜いた糸にマーカーをつけます。次は1つ目。次を2つにします。これで1つに2つ。もう1つ。これで細編みの数は1、2、3、4、4つになりました。次も4つにします。この3つを4つにします。1、2、これで4つになりました。次からまっすぐ。で、こちら側。こっちも同じように4つにしていきます。で、この手前まで編んでいきます。マーカーの手前まで来ました。この3つを4つにします。どこを2つにしても大丈夫です。
これで4つになりました。で、ここはスキップ。1つ目の細編みに引き抜きます。で、今引き抜いた糸に一応マーカーをつけておきます。これで底が出来上がりました。お好みによってはもう少し編んでも大丈夫です。私はこの4周で終わりにします。今のサイズは21センチ、縦が8センチ。これで底が出来上がりました。次は側面を編んでいきます。鎖1つ、細編みをします。これが1つ目。次も1つ。次も全部1つに1つずつ細編みをしていきます。このまま1つに1つずつで1周します。側面の1周目を編んできました。ここはスキップ。1つ目の細編みに引き抜きます。次は側面の2周目。このマーカーは必要なくなると思います。鎖1つ。で、次は細編み。この2本の糸の下ではなくて、向こう側1本の下、こっち側、ここにかぎ針を入れて細編みをします。これが1つ目。次は2つ目。また2本あるうちの向こう側1本の下。1本なんですが、今回2本一緒にして編んでいるので、2本にはなっています。こんな感じ。次は、ここではなくて、この下、ここに細編みをします。この下、大きな細編み1つ。次また向こう側1本。また向こう側。次は大きな細編み。これを繰り返していきます。またここ、これで一周します。ここで糸を変えます。この短い糸は置いておいて、新しく使いたい糸、これで引き抜いて色が変わりました。次は大きな細編み。これを編みくるんで続けていきます。これからも色を変えたいタイミングでこんな感じで糸を変えて編んでいきます。次は大きなこれで1周します。側面の2周目を編んできました。最後は
大きな細編み、1つ目の細編みに引き抜きます。次は3周目、鎖1つ。またこの2本あるうちの向こう側1本、これが1つ目で、次はここには大きな細編み、次は向こう側1本、次も1、2、次は大きな細編み、ここに少しずれます。小さな細編み2つ、大きな細編み1つ、次もこれで1周します。最後は小さな細編み、1つ目の細編みに引き抜きます。次は大きな細編みからスタートします。鎖1つと、ここに細編み、これが1つ目。次は小さな細編み、大きな細編み、これを繰り返します。これを繰り返して好きな深さになるまで編んでいきます。側面を18周編んできました。長さはそこから測って21センチ。側面の最後は細編みで1周します。普通の細編みをします。鎖1つ、根元に細編み、この2本の糸の下、普通の細編みをします。次も2本の糸の下、普通の細編み、次も全部一つに一つの普通の細編みで1周します。ここまで編んでいきます。次はストラップを作りたい位置にマーカーをつけます。まず底を見て整えて、大体の脇にマーカーをつけます。細編みの数を数えて、こっちも数えて同じ数にします。次にストラップを作りたい位置、私はこの中央がだいたい10センチ、脇は7センチ、こっちも同じ。細編みの数を数えると、このマーカーとマーカーの間の細編みが細編み10個、脇は細編み7個、こっちも同じで、こちら側も同じようにつけます。で、今の状態を上から見てみると、ここから長い糸が出ています。脇につけたマーカーは必要なくなります。これが長い糸、ここから1つ目のマーカー、2つ目のマーカー、3つ目、4つ目。まずここから
1つ目のマーカーの手前まで細編みをしていきます。まず鎖1つ、根元に細編み、普通の細編みをします。で、1つ目の細編みにマーカーをつけておきます。次も普通の細編み、次もこのまま1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの手前まで来ました。1つ目のマーカーのところにも細編みをします。次は鎖。まず1つ目、これを裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここにマーカーをつけます。こっちから見るとこんな感じ。次は2つ目、3つ目、4つ目と編んでいきます。この鎖はきつくしないで編んでいきます。このまま作りたい長さまで編んでいきます。鎖編みを23センチ編んできました。鎖の数は25。これぐらいの長さで大丈夫だったら、次はこれをつなぎます。まず鎖がねじれていないか確かめます。最後の鎖にマーカーをつけます。裏返して、この糸が盛り上がっているところ、表から見るとこんな感じで、2つ目のマーカーのところにつなぎます。で、つなぐときには、こっちが鎖編み、こっちが長い糸、ここがつなぐところ、つなぐところの手前から向こうで細編みをします。これでつながりました。次から普通の細編み、このまま反対側まで、ここでも同じ、このマーカーのところにも細編み、そこから鎖で、ここにつないで1つ目のマーカーのところまで編んで引き抜きます。鎖1つ、また細編みをします。細編みをして1つ目のマーカーのところ、この手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの手前まで来ました。ここではまず普通の細編みが1つ、次は鎖の出ている細編み、次は1つ目の鎖、この鎖の出ている細編みの前後、ここから糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜きます。まずここから糸を出して、次はこのマーカーをつけたところ、裏のこの糸が盛り上がっているところ、糸を出して、これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。次から一つずつ細編みをしていきます。この裏の糸が盛り上がっているところ、次もこのまま端まで、この2つ目のマーカーの手前まで細編みをしていきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。またこの最後の鎖から糸を出して、次はここから糸を出して一度に引き抜きます。
これが最後の鎖。次はここ、糸を出します。これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次から一つずつで、このまま反対側も同じように、この鎖の出ている細編みの前後、糸を出して一度に引き抜きます。で、ここも同じ、この最後の鎖、ここから糸を出して、次はここから一度に引き抜きます。で、この最初の細編みの手前まで編んでいきます。一つ目の細編みの手前まで来ました。一つ目の細編みに引き抜きます。次は最後の周、最後も細編みをします。鎖一つと、で、ここではなくてこの下に細編みをします。大きな細編み。大きな細編み一つ、これが一つ目。次も大きな細編み、次もこの大きな細編みで一つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。このマーカーの分をここにします。これで大きな細編み。次からストラップ、裏返して、この鎖、この2本の糸の下で細編みをします。大きな細編み。次も裏を見て、この2本の糸の下、次もこのまま一つに一つずつ大きな細編みをしていきます。このマーカーのところまで来たら、このマーカーの分をここにします。で、また一つずつ、反対側も同じです。このマーカーの分をここにして、で、大きな細編みで、この分をここで、この一つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。一周編んできました。最後はとじ針で始末します。少し長めに糸端を残して切ります。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。これが一つ目の細編み。一つ目の細編みの手前から向こう2本の糸の下、で、これが最後の細編み。最後の細編みの上からで裏に出します。これを引き締めて整えます。あとは裏でほどけないように隠します。
れで終わりました。これで出来上がりました。とても可愛いバッグになっています。サイズを測りました。縦が24センチ、横幅26センチ、ストラップは24センチ、使った糸の重さは 160g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。